皆さんこんにちは。こちらはマーシャルスタンモア2です。発売は2019年。当時の値段は5600円でした。これは Bluetooth で接続して手軽に音楽を楽しめるアンプ内蔵スピーカーです。マーシャルはギターアンプで有名なイギリスのメーカーです。このスピーカーからどんな音が出てくるのでしょう。今回はこのスピーカーを詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。それぞれのユニットに独立したアンプが用意されています。入力は Bluetooth の他にアナログが2系統用意されています。D クラスなのでアイドリングの消費電力がとても小さくなっています。前回はこのスピーカーの操作系と中身を観察しました。今回はこのスピーカーを測定してマーシャルの音を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。意外にもフラットです。マーシャルが音作りした痕跡は見当たりません。低音は 60Hz から出ています。十分な性能です。こちらは指向性です。角度がつくと特性が崩れます。2kHz の谷は指向性の不連続が原因のようです。広域の乱れはショートホーンのせいでしょう。実際耳にする音は30度くらいまでの特性を平均した結果になりますから、こんな感じになります。もしかしたらこれがマーシャルが意図するギターアンプの音かもしれません。こちらはアンプの出力特性です。ウーファーもツイーターもスピーカーの特性に合わせてイコライジングされています。正面の特性がフラットだったのはこのカーブの結果でしょう。昇降系ウーファーなので低音をカットして歪みを防いでいます。こちらはインピーダンス特性です。ユニットの F0 は 55Hz で Q が1を超えています。これは高音を重くして低音を稼ぐ設計のユニットです。この数値からすると能率が低そうです。バスレフの設計は良さそうですが、磁気回路が弱いのでポートから出てくる低音のレベルは控えめです。どちらかといえば空気抜きに近いでしょう。こちらは歪みです。これは入力が 1V の時の結果です。ボリューム8まで低歪みで再生できます。能率が低くてボリューム8で一般的なレベルの 1W に相当する音量です。そこそこの音量でクリアな音を再生できます。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのスピーカーの空気録音です。このスピーカーはモノラルに近いので原音もモノラルにしています。ギターアンプで有名なマーシャルはどんな音がするのか。それではお聞きください。
たれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよいかがでしたでしょう。音の特徴を感じた方はどんな音だったかお聞かせください。この製品の最大の魅力は外観にあります。性能は決して高くないし、音にも癖がありますが、その外観が持つイメージの効果によって魅力的に感じられます。ボリュームを上げるとホワイトノイズが聞こえますが、そこがかえってヴィンテージを演出する味わいになっています。音のギミックや高級感のあるこだわりの操作系がこの製品の魅力を高めています。効率の良いデジタルアンプのおかげで真空管のような発熱もなく消費電力が全く気になりません。マーシャルのスタンモアの価値は音質や性能を超えたイメージにあります。これは音楽を楽しむ道具として魅力的な商品の一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。